この仕事することによって一つは車の運転も絶対上手くなりますよね。ただただ朝起きて仕事行ってっていうのをやってたんですけど、なんで働いてるのかっていうのを知れるというか。それでは今回も対談形式ということで、秘書の村田さんをゲストとしてお呼びさせていただいたんですけど、よろしくお願いします。はい、お願いします。簡単に門司社長の方から村田さんのご紹介をしていただけるとありがたいです。千村さん、2018年の4月から入社いただいて、実は1回辞めてまして。なるほど。また戻ってきてもらったんですけど、実は僕も秘書を村田さん雇う前は雇ったことがなくて、結構僕自分でやっちゃうタイプなので、秘書雇ってもあれやこれやとか仕事振るのもできんのかなとか、いろいろ周りの経営者なんかにも話を聞いて、自分がするべきことを集中するために、じゃあ雇ってみようかということで募集かけて来てもらったのが村田さんです。その時も何人か来てもらったんですけど、村田さんを採用するって決めたんですが、一つはやっぱりいい意味でですよ。僕はあんまり気を使わないで接することができるタイプかな。なるほど。他の方は素晴らしかったんですけど、なんかやっぱりちょっと気遣いそうだなみたいな。一番はこれやってください、あれやってくださいとかって気軽に言えた方がいいかなと思いましたし、そんな理由で村田さんを採用したんですけど、思った通りというか、前職も違う方の社長秘書をやっていたこともあって、想像以上に気使わなくてもいろいろやってくれるし、僕的には雇ってよかったなと思いました。具体的に一番はすぐにやってくれるっていうのはすごい助かってまして、秘書っていろんなことをやるので、もちろんその使える社長によってだいぶ業務内容変わると思うんですけど、僕は割とスケジュール管理とか結構自分でしたい派で、今出張のね、ホテルとか飛行機とかも結構自分でスマホでポンポン撮っちゃうので、そういうのは逆にお任せしないんですけど、言い出すときりないぐらい細かいこととかをサクッとお願いして、サクッとすぐやってくれて、とにかくすぐやってくれるっていうことがすごく助かっています。僕もチャットワークとかでやり取りさせていただくんですけど、本当にすぐ対応していただく、確認いただくとか、スピードが速いっていう丁寧なので、素晴らしい方だなと思います。っていうご紹介をで、今聞くだけでもすごい大変そうだなっていう印象を持ってるんですけど、具体的にこういう業務やってますか、一日の流れとか教えていただけますか。社長のメールも私の方で確認できるようになっているので、私の方で対応できるものは確認をさせていただいて、私の方で対応しますので、一応ご一報入れてから対応するっていうのをやっているのと、あと会社の中の SNS は一通り私関係ないことも一応目通して見落としがないように、社長が見落としてて関係されることであれば、例えば社外の方の何かだったりとかした時に一応声入れた方がいいんじゃないかなとかいう時はご連絡したりとかっていうのをする流れは取っていて、あとはいろんな部署からいろんなことたまに来る時があるので、そのタスクやったり森さんから流れてくることをやったりって形で、必ず絶対何曜日にこれをしなきゃいけないっていうのはないんですけど、その時その時のをやっていくっていう感じです。幅広く対応している。そうですね、はい、マルチタスクじゃないとこなせないみたいなイメージですよね。そこまでないと思うんですけど、いろんなとこから何か言われてもはい行きますみたいな感じで、あんまり深く考えずに一つのことを考えちゃうと違うことを今度できなくなっちゃうと思うので、私の性格的になのですぐやるようにはしてるんですけど、席とかも隣で作業されてると思うんですけど、ずっと近くで日々やられてる認識でいいですかね。本社に来られてる時は隣に席があるので、ちっちゃい子供がいらっしゃったりするので、出社週2日ぐらいでいいよとは言ってまして、オンラインで僕も何かあれば社内 SNS もそうですし、 Facebook のメッセンジャーもそうだしLINE もそうだし、そういうのを3つ4つ使いながらやり取りしてる感じなので、必要があればもちろん電話しますし、割と僕もここにいる時もいない時も結構あるので、場所は問わずですかね。働き方とかも結構柔軟に調整されているので、結構働きやすい環境なのかなっていうのはありますね。先ほどのお子さん連れてきている方とかでいたり、育休とか取ったり、制度がしっかりされてるのかなっていう印象を持ってるんですけど、産休育休はね、照らさないとですけどね。そうですね。子供を会社に育休中に顔を出すことって仲良くないとできないのかなっていう印象があるんですけど、コミュニケーションを普段から取られてて結構皆さんの仲が深いのかなっていう印象を受けてるんですけど、そんなに頻繁にはないですけど僕は結構普通なんで、逆に他の会社がどういう感じなのかわかんない。子供連れてきて生まれましたみたいな店に来る人とか別に普通なんですよああいう光景見るとすごいいいなっていうのは思うので村田さんから見る門司社長の
一面とか、尊敬してる部分とか、そういうところってありますか？多分直接お話ししたことないんですけど面接受けた時に、はい、ガバッて開けた時に、あ、この社長だったら全然やっていけるそうと思ったんですよ。私も気づかないって言ったら変ですけどなんかこうかしこまって社長みたいな感じがなく、難しくいかなくても素でお仕事できそうだなっていうのはあって、それはなんかこう扉開けた時にすごく感じたんですよ。お互いに直感であるみたいな感じなんですね。私はありまして、働かせてもらってからも本当すごく気遣っていただいてるんですけど、いろいろはい、でも本当にスケジュール管理とか自分でされるので、そこがすごいなと思います。いろんなとこ見られてますし、すごく聞かれてるし、すごいなと思います。そこは私にはできないので、現場にももちろん見ないけど知ってるしどっからその情報を知ってんのと思うぐらい、やっぱりその社内の SNS ってすごく大事だなってその時は思ったんですけど、時間ない中必ずチェックは多分事細かくやられてるんだろうなと思って、その SNS もこう開いてもちょっとしか見れないんですよ。開いたら全部見れるみたいな感じなんですけど、おそらくほとんど見てくださってて目を通されているんだろうなと思いましたそこは常に見られてるんですかね。いや、見てない見るとこと見ないとこ決めていて、昔は割と見てたんですけど、見てたら時間足んないなと思って、重要だと思うとこしか見てないんですよ。見るといろいろ気になっちゃうからあえて見ないようにしますけどね。まあ今、募集してるのが現場スタッフとかにはなると思うんですけど、現場スタッフの中でこういうマインドの人とかと働きたいってなんかありますかね？僕、毎日ハッピーだって思ってる人が来てもらうと、なおさらお客様のところに行ってありがとうって言ってもらうと、また毎日ハッピーになってっていう繰り返しだと思うので、そういう方は向いてると思います。人と関わるのが好きとか。そうそう、人と関わるのが好きな人は本当にいいと思います。いろんなお客様もいらっしゃいますし、勉強にもなるんじゃないかなと思います。年上のお客さんももちろんいらっしゃいますし、自分と関わることがないかった方のお客さんのお家に行くこともあると思いますし、いろんなことで人生のプラスになるようなこともたくさんあると思うので、引っ越しの仕事でいいところとか勉強になるところって観点からすると、まさに今の話そうかなと思っていて、例えば自分以外の人生ってどんな人生を送ってるかって自分のコミュニティぐらいしか知らないじゃないですか。もちろん詳細はわからないですけど、いろんなパターンの引っ越しがあるので、引っ越しする瞬間、時間だけですけど、喋ってるといろいろ感情移入しちゃったりとか、あ、そんなこともあるんだとか、そういう勉強はやっぱりありますよね。本当にたまにドラマみたいな話もあったりしますし、あとやっぱりいろんな家が見えたりとか、なんで引っ越すかとかっていうのも、ライブイベントが多いんですけど、それでは想像できない理由もたまにあったりとか、経済情勢っていうのもよーく見てると結構わかる。例えば大きな地震があったりすると、みんなタワマンから引っ越すんですよ。最近タワマン多いなみたいな。要は地震が起きてエレベーター使えなくなっちゃって、タワマン嫌だ、揺れるし、みたいな。単純なことなんですけど、こういう世の中の流れとか、景気が悪くなると都落ちかのような人もいれば、逆に景気が良くなってくるとすごいいいところに引っ越す人もいるとか、コロナの時の転勤ガッと減るとか、いろいろ見れるので、視点を変えてみれば、世の中の動きみたいな、いろんな状況が見えるというか、引っ越し屋さんで得したなとか、これ身につけられるスキルだなと思うので、自分は当たり前だと思ってたことが、実は結構いろいろありまして、ぜひ意見を聞きたいんですけど、まずですね、運転がうまい。そうですね。確かに。例えばね、彼氏が車乗って一緒にどこか出かけた時に、縦列駐車とか駐車場下手くそだったら困るじゃないですか。確かに。これね、抜群にいけます。どんな狭い道でも通れればいけるんで。なんで社長がそれどこっつって「あ、ここです」っつってパッて Google マップとか見せるじゃないですか、外行って「あ、はい」っつってパッて行けるんですよ。私それが最初びっくりして「1回しか見てなくない？ここ来たことある？」みたいな、海外とかでもそれできるんですよ。こうして「はい」とか言って言われた時にはぁと思ってもうどんなになってんのかなと思いますけど、そういうのはだから身につくと思うんですよ。絶対でもそれをたまに言ってるんですよ、現場の子たちも。地図いらないとか。常にこうだいぶ役立ちますね。東京に言うと逆に車の運転しないんで、多分みんな運転があんま上手くなる理由がないと思うんですけど、この仕事することによって一つは車の運転は絶対上手くなりますよね。持ってる男になります。可能性がありますね。持ちたい方ですか。かっこいい男になりたい方はぜひということで。
例えば村田さんに応募とかを考えられてるとか、引っ越し業界を見てる人とか、どこがいいのか、依頼出る人とかに、アップルさんのこの魅力とかを伝えつつ、後押しになるような一言、メッセージとかをいただけるとありがたいなと思うので。動くことがまず好きな方は男女問わずすごく良いと思うんですけど、引っ越しだけじゃなくってアップルではなんかいろんなお勉強みたいなのも教えてくれるし、私今まで働いた会社でそういうお勉強みたいなのを教わったことなかったんです。人とはとか、なんか働くこととはとかっていうのって誰も教えてくれなかったので、ただただ朝起きて仕事行ってっていうのをやってたんですけど、なんで働いてるのかっていうのを知れるというか、自分なりに考えて働けるようになると思っていて成長できると思うので、こう漠然とファンファンファンってしてる方はぜひ来て自分の働く意図を知ってほしい、自分の中で気づいてほしいなと思います。ありがとうございます。気になる方は Apple のサイトでいろんな情報は発信させていただいてますし、 YouTube チャンネルの方もぜひチャンネル登録、いいね、コメントなどありましたらよろしくお願いいたします。お願いします。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。